この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていくんですが、今回は特別添削会です。ホヨバースさんからのご依頼で、オープンワールド RPG 原神のキャラの中から、イエランちゃんのイラストを添削させていただこうと思います。イエランはバージョン 3.4 後半のガチャで復刻されているキャラクターで、他にもフータオちゃんやゆくあきくんなどの大人気キャラクターが登場するとのことです。今回ね、すごく急な募集だったんですが、添削にご応募いただいた皆さん、本当にありがとうございます。その中からね、力作を1点選ばせていただきました。早速、作者コメントを紹介します。落書きさんの作品で、タイトルはイエラン。はじめまして、落書きという名前で絵を描いている駆け出し絵師です。今回は 3.4 でイエランが復刻するということで描きました。今回のイラストはイエランの元素爆発と元素スキルの使用状態をかっこよく描きたいなと思って取り組みました。光のライティングを最後に取り組んで雑な気がするのと、光源を後ろの元素爆発のサイコロと元素スキルで光る腕輪に設定したのですが、どう処理していいのかいまいちわからなかったので、なーなーに描いてしまいました。そこを綺麗にしてほしいです。あと逆光にしたのですが、キャラクターのシルエットがぼんやりしているので、そこを添削していただけると嬉しいです。とのことです。いやー、まずですね、スピード感がよく表現されていて、とてもかっこいいイラストだと思いました。動きがあるポーズを構図として画面に見栄えよく配置するのは結構ね、難しいことだと思うんですが、動きも感じられるし、構図もいいっていう2つの要素をうまくバランスが取れているっていう部分、落書きさんの絵に対するこだわりをすごく感じました。素晴らしいです。で、今回どこを添削していくかなんですが、逆光にすることでちょっとイエランちゃんが見えにくくなってしまっている部分があるんですよね。せっかくキャラクターがね、可愛く描けているので、さらにキャラを活かすためのポイントをお伝えしていければと思います。それでは早速、行ってみましょう。まずですね、髪の毛の色を調整していきます。こんな風に。はい、髪の毛のサイドを上げてみました。逆光ってね、確かにかっこいいんですが、イエランちゃんの場合、髪の毛が全体的に暗めのキャラクターなので、暗くしすぎてしまうとですね、背景に溶け込みすぎてシルエットがわからなくなってしまいます。そういう意図として描かれている場合は問題ないんですが、キャラを立たせたい場合にはある程度明るさや鮮やかさを追加して、背景の色味と差別化する必要がありますね。色を調整したので、次は形も若干調整しますね。やってみます。はい、髪の毛のシルエットを調整しました。ポイントはやはり後ろ髪ですよね。添削前はつるっとしたシルエットで描かれていたんですが、毛束がね、少し見えるように調整しました。こうすることで後ろからすごいスピードで駆け抜けてきたんだっていうことがわかると思います。イエランちゃんのスキルで絡み合う命の糸っていうのがあって、むちゃくちゃ超スピードで駆け回って敵の色を絡めた後、最後に一気にその糸を締め上げて敵にダメージを与えるっていう技があって、このイラストはね、まさにその一瞬の姿を捉えたイラストだと思います。めちゃくちゃかっこいいですよね。さあ次は前髪も若干調整していきます。こうです。
はい、前髪とサイドヘアの形を整えました。目はですね、添削前は髪の毛を透かして見えていたんですが、これは思い切って隠してもいいと思いました。目をあえて隠すことで、イエランちゃんの表情を変えずに超スピードで駆け抜けて敵を倒しきる、そんなね、クールな雰囲気を表現することができると思います。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。あとクールといえば、少し目元も調整するとなおいい気がしますね。やってみます。はい。目尻をですね、ちょっとだけ上げて、少しつり目に調整してみました。目の色もね、少し原作の緑色に寄せてありますね。目ってですね、実は知らず知らずに自分の目に似てしまうことがあります。多分ですが、落書きさんは優しい目をしているのかもしれません。優しい目をしてる人って、無意識にキャラクターの目も優しく描いてしまうことがあって、どうしてもきつめな、つり目なキャラクターを描くのが苦手な場合があります。自分の目が垂れ目がちだったり、ちょっとね、優しめだなっていう人は、つり目を描く場合にはここに意識を向けてあげるとさらによく描けると思います。あ、耳のアクセサリーを描き忘れていますので、それも追加しておきましょうか。はい、こんな感じです。さあ、髪の毛、目ときたので、次は口元、輪郭の調整をします。まずは描いてみますね。はい、こんな感じです。特に口の位置ですが、少し顔のね、前の方についている印象でした。微妙な違いではあるんですが、あまり顔の前の方に描いてしまうと、ちょっと口をとんがらせているようなニュアンスにも見えてしまう場合があるので、意図的に正中線の内側に描いてあげると、そういったニュアンスを抑えて可愛く見せることができると思います。これ結構大事なポイントなので、押さえておいてください。さて、顔の調整をしたので、次は体の調整をしていこうと思います。まず最初はここですね。はい、まだ途中ですが、手を前の方にね、突き出しています。続き書いていきますね。はい、腕なんですが、せっかく前に伸ばしているポーズなので、少しだけね、こんな風に大きくしてもいいかもしれません。手を前に出すことで遠近感の演出が加わりますので、イラストにさらに迫力を持たせるという効果が生じます。ただね、手を大きくしただけではいまいち迫力が出ません。これなぜかというと、はい、添削前見てください。背景と同化しちゃっていて、色が沈んでしまっているからですね。なので、その部分も改善して、こんな風に腕全体の色味を持ち上げてもいいと思います。影の中にいるっていう表現はどうしてもね、色を暗くしなきゃいけないっていう意識をしすぎてしまうことがあるんですが、実は結構色を明るくしても光と影のコントラスト差が大きくついていさえすれば、ちゃんとね、影色に見えるんですよ。ほら、影に見えますでしょ？ちょっと見えづらいな、パッとしないなと思ったら、色味を明るく調整してみてください。見栄えが一気に改善すると思います。さて、手の調整はまだ実は途中でした。手首についている腕輪の形もせっかく手前にあるので、はっきりと描いてあげましょう。はい、こんな感じです。手前にあるものは少し頑張って細かい部分までしっかり描いてあげるとイラストが引き締まって見栄えがぐぐっと良くなると思います。さあ、腕だけじゃありません。もう少し色味を調整した方が見た目が改善する部分がありますね。例えば、この辺でしょうか。
はい。奥の足、胴体、そして胸元とタッセルの色を調整しました。特にこの奥の足の部分はポイントですね。ここは設定的には黒なんですが、その通り黒く塗ってしまうと、前に伸ばした手と色味が似てしまって、せっかく前に伸ばした手が沈んでしまいますので、手の色と変化を加えて、少し明るめに調整してあげてもいいと思います。ただね、このままだと違和感があると思います。若干ね、ここの色味が浮いてしまいましたよね。でも大丈夫。この部分は後で調整しますね。今は構わずに前に進みましょう。胴体の色味を調整したので、若干形も調整していきます。はい、胴体の形や足りない模様などを書き出してみました。あとはまだ持ち上げた方がいい色味がありますね。この曲げている左腕の部分、ここも調整していきますね。こうです。はい、こんな感じです。特に肌色はあまり彩度を落としすぎると土系色で正気を感じられなくなってしまう場合があるので注意しましょう。このぐらい持ち上げた方がキャラクターが生き生きして見えると思います。あとは前に伸ばした手と比べてこちら側の腕は少し引いた手になるので、前後関係を考えたらもう少し小さくてもいいかもしれませんね。大きさを調整しつつ形を直してみます。はい、こんな感じです。腕を少し小さくしたことで、前の腕は大きく、後ろの腕は小さく、前後関係がはっきりして自然な見た目になったと思います。でね、腕の色を明るく持ち上げたので、肩のモフモフの色も異様に暗く見えてしまいましたね。ここももう少し明るくしてあげると見栄えが良くなると思います。こうです。はい、こんな感じ。だいぶ全体的に色味が持ち上がって明るくはっきりとキャラクターが立ってきたのではないでしょうか。より動きを強調するために袖口をここですね。ここを後ろにはためかせて画面の奥から来たんだよっていうことを分かりやすく表現してみました。こういう細かい部分でもキャラクターの動きを強調できると思いますね。さあ、今回原神のイラストを添削するために色々なプレイ動画を見てみたんですが、もうね、見れば見るほど原神の世界観惹かれるものがありました。キャラもそうですが、背景もね、とても幻想的で、すごくね、美しいなっていう風に思いました。そして幻想的といえば、原神では開頭祭が毎年開かれていて、開頭祭っていうのはリーウェで年に一度、その年の最初の満月の夜に英雄を祀るために開かれる祭典のことで、願い事を書いた小刀を空に放って、英雄の魂を空に導く幻想的なイベントです。音楽フェス、開頭音楽祭も開催されていて、とても大盛り上がりのイベントだということです。さあ、ここからはね、背景です。背景はですね、演出効果もあって見た目が大きく変わる大事なポイントなので集中してついてきてくださいね。まずはここを調整したいです。背
背景のエフェクトなんですが、ちょっとね、直線的なのが気になりました。イエランのイメージ的にもそんなに直線的な印象はなかったので、カーブをかけた方がよりイメージに合うかもしれません。スキルの絡み合う命の糸を発動するとき、キャラクターを中心にソニックブームのような円形のエフェクトが発生するので、それを取り入れてですね、少しカーブのかかったエフェクトにしてあげてもいいかもしれませんね。それと背景の暗い部分なんですが、実はここはスピード感を表現するために、はい、見えますかね、後ろから前にかけて集中線が走っています。ただここもですね、色味が一定なので、ちょっと単調さがあるかもしれませんね。加えてキャラクターの色味にも似通ってしまっていて、キャラが沈む原因にもなってしまっていたので、ここに少し変化を持たせたいです。こうしちゃいます。はい、ところどころ元の集中線は残しつつ、比較的明るい紫色のグラデーションを追加してみました。こうすることでキャラクターが背景に沈みすぎるのを防げると思います。それとね、さっき色味を調整することで浮いていたこの左足もいい感じに背景に溶け込ませることができたと思います。はい、自然になりましたよね。さあ、よりスピード感を表現したいので、少し補足的に集中線を追加していきましょうか。こんな風に。はい、こんな感じです。背景にも奥行きが生まれて、よりイラストが見やすくなった感じがすると思います。最後に腕から伸びる糸のエフェクトを調整しますね。このエフェクトですね。これはですね、今のままでも十分といえば十分なんですが、せっかくならより長い距離を移動してきたニュアンスが欲しいので、もう少し長めに調整してみても面白いかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。奥に向かうカーブをきつくかけて、糸を画面奥まで長く伸ばしてみました。これによって距離を表現することができますね。最後、仕上げとして追加のパーティクルを足していきます。はい、仕上げにパーティクル表現も追加してみました。キラキラ感も同時に追加できるので、イエランちゃんの妖艶な魅力を引き出すことができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？背景にね、色味が似通ってしまって沈んでいた印象が、ほら、ぐっと見やすくなったのがお分かりいただけると思います。今回はですね、元のイラストのスピーディーでかっこいい感じを活かしつつ、見やすく、そしてキャラクターの艶っぽい魅力をアップするような添削を加えてみました。特に今回はキャラクターのシルエットがぼんやりしてしまったというポイントについて注目しながらの添削でしたね。キャラクターの部分の添削では、色味をできるだけ持ち上げて、サイドをところどころ上げることで、逆光にしつつもよりキャラクターが見やすくできるというポイントについて解説しました。そして背景はですね、全体的にスピード感があっていいものの、色味が単調になってしまっていて、キャラクターが沈んでしまっていたので、少し明るくする部分も作ってあげることで、キャラクターをより際立たせられる演出にできるというポイントを合わせて解説しました。いやー、今回添削をさせていただいたおかげで、僕もね、イエランちゃんのことが好きになってしまいました。めちゃくちゃ魅力的でかっこいいキャラクターですよね。原神ではバージョンアップによって、スメールに先人の砂漠という新たなエリアが開放されたとのことです。動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、気になった方はそちらから情報をチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。